新しく登場したジェミニスパークを使ったら、まるで社員のように働いてくれました。制作アシスタントはもちろん、秘書や人事、労務まで様々な仕事をこなしてくれるようになっています。そのジェミニスパークの使い方からうまい応用の方法までこの動画で解説していきます。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。私にもついに共に働く仲間ができました。その方がジェミニスパークさんです。はい、AI なんですけれども、でもね、このジェミニスパークがおーいこれちょっとやっといてっていう感じで簡単な指示を出すだけで24時間パソコンが切れていようとも仕事をしてくれるようになります。これはもはや社員なのでは。ロゴは猫でも仕事は一匹狼の私としてはめちゃめちゃありがたい存在になると思っています。ただこのジェミニスパークは無料では使えずに月額2900円のプロプランから使えるようになります。なんだ有料かと残念に思った人もいるかもしれませんが、でもそれ以上の価値と時間を生み出してくれるなら安いもんだと思いませんか？そこでその分の価値が本当にあるのか検証していくのがこの動画です。ジェミニスパークの使い方からカスタム指示のように個別のリクエストを通す方法、そしてどんな仕事を任すことができるのかがこの動画でわかります。人手不足で忙しすぎる人、自分の時間がなかなか持てない人、とにかく仕事を早く終わらせたい人はぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは楽しくわかりやすくをモットーにデザイナーやクリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ていくうちにスキルアップするはずです。YouTube よりも本格的に学びたいという方は私の有料講座もおすすめです。高評価とともに概要欄をチェックしてみてください。普通のジェミニとの違い。まず普通のジェミニとの違いを簡単に説明したいと思います。ジェミニスパークは一歩進んだ作業までできるっていうのが普通のジェミニとの違いです。普通のジェミニはこちらから質問をするとその場で回答したり文章を作ったりする AI です。一方でジェミニスパークは回答するだけではなく実際に Google ドライブや Gmail、Google カレンダーなどで作業を進めることまでできます。例えば普通のジェミニだったら Google ドライブでファイルを探すことはできるんだけれども、ジェミニスパークだとファイルを新規作成するところまでできたりとか、普通のジェミニは Gmail で文章を考えてくれるところまではできるんだけれども、ジェミニスパークだと下書きまで終わらせておいてくれるっていう違いです。一歩進んだ作業までできるっていうのが普通のジェミニとの違いです。しかもこれポイントが一つあって、パソコンの電源を切っていても動いてくれます。つまり私たちが寝ている間もどこかで別の作業をしていてもジェミニスパークは裏で仕事をしていてくれます。作業もできて裏でも働けるとなると本当に社員みたいですよね。ではどういったきっかけで作業を始めるのかっていうところなんですけれども、これがトリガーという仕組みで、メールが届いたらその中身をチェックするとか、ファイルが追加されたら実行するとか、定期的な時間でそれを実行するとか、条件を決めておくことであとは自動的に処理してくれます。もうこれって動いてくれる社員が増えたっていう感覚に近いですよね。本当にいろいろ任せたいんですけれども、今回はこのうちの3つだけ紹介したいと思います。最低限やるべき設定では、まず最初にジェミニスパークで AI 社員を雇うための準備をしていきたいと思います。最低限これだけやっとけば大丈夫っていうやつで紹介していきたいと思います。まず1つ目はメモリーをオンにしておくことです。で、設定のちょっと住所が出るので物理的に隠しますけれども、パーソナルインテリジェンスをクリックします。メモリーをオンにしておいてください。これをオンにしておくと自分の好みだったり過去の指示の傾向だったり、そういったことをジェミニスパークがどんどん学習していって自分に合った動きをしてくれるようになります。指
指示待ち人間から自律型人間にみたいな、そういった AI 社員を雇いたい場合はここのメモリーをオンにしておいてください。続いて2つ目、アプリ連携をオンにしておくことです。アプリ連携の中のこの Google ワークスペース、こちらをオンにしておくと Gmail だったり Google カレンダーだったりドキュメントだったり、そういったところと連携することができるようになりますので、ここのスイッチをオンにしておいてください。そして3つ目が Google ドライブに Spark という専用フォルダを1つ作っておくことをお勧めします。これは何のためかというと、受け渡しの場所を分かりやすくするためのものです。言うなれば会社の共有フォルダみたいなもんですかね。出来上がったデータここに入れといてみたいな、ここに入れたものを処理対象とするとか、出来上がったものがここに入ってくるみたいに、そういう分かりやすい場所を一つ作成しておくということですね。後からの管理がぐっと楽になるはずです。ここでもう一つ決めておきたいことがあります。それがルールブックの作成です。このルールブックを作成しておくと、個別のリクエストを簡単に設定することができます。 AI 社員にとっては社内規則のようなものでしょうかね。結論を先に言ってくださいとか、そういった自分好みにカスタマイズするのもいいんですけれども、動きを制御することもできます。ジェミニスパークはファイルを移動したり名前を変更したり書き込んだりすることができるんですが、逆に言うと自分の知らないところで勝手にいろいろ動けたりしてしまうというところがちょっと怖いんですよね。基本的にジェミニスパークは勝手にメールを送ったりとか勝手に物を購入したりはできなくて、最終的な実行ボタンは人間が押す必要があるんですけれども、勝手にいろいろできる部分もあるようです。で、その辺のブレーキを一応かけておくという意味合いでルールを設定していきたいと思います。データに手を加える前に私の承認を得てから実行するというルールにしたいと思います。そういった個別のルールを毎回説明するのは大変なので、 Google ドライブの Spark フォルダの中に Spark ルールブックという Google ドキュメントを作っておきます。中身は難しいものではなくて、日本語で普通に箇条書きでしておくだけで大丈夫です。私の指示としては、回答は結論ファースト、既存のデータ変更は承認制とする、データの受け渡し場所を統一、この3つを共通のルールとしておきたいと思います。で、保存名はスパークルールブックなどとしておきます。で、スパークに仕事を頼むときは最初にスパークフォルダ内のルールブックを確認してくださいと入れておきます。これで毎回説明しなくても大丈夫です。こうやるとカスタム指示のように使えるようですね。では準備ができましたので、ここから実際に AI 社員に仕事を任せていきたいと思います。企画制作部制作アシスタント、まず最初に働いてもらうのは企画制作部のアシスタントです。 Google ドライブの整理をお願いしようかと思います。例えば誰かと素材を共有しようとした時に、新しいフォルダを作ってその中身を共有したいということがあると思うんですけれども、種類も数も多いと渡すまでが大変なんですよね。例えばこんな感じで画像があったりテキストがあったり字幕ファイルがあったり動画があったり、もうねごっちゃごちゃになってるんですよ。それを整理してもらおうと思っています。で、ジェミニスパークの登場です。どこ行った？そこでジェミニスパークの登場です。スパークに切り替えるという部分がありますので、こちらをクリック、使用しますということですね。で、タスクを入力していきます。マイドライブのスパークフォルダ内にあるスパークルールブックを必ず確認し遵守してください。その上でスパークフォルダ内にある共有1の中身をファイルの種類ごとに整理してください。送信ということで、整理をお願いして処理が始まっていますということですね。これがうまくいったら私の Google ドライブ全体もよろしくお願いいたします。で、処理ができたようです。私の指定したルールがここに書かれてますね。で、整理の実行案が表示されまして、こんな感じで整理しますけどいいですかということですね。はい、お願いしますということで、
ということで出来上がったようです。おー、こんな感じで整理されてますね。なるほどなるほど。動画が動画で収まっていいですね。字幕は字幕で揃ってテキストがあって、はいはいはい、で画像ファイルがあっていいですね。でこれを共有してしまえば相手も分かりやすくていいですし、共有するのがすごく簡単ですよね。ということでかなり雑多なファイルだったんですけれども、用途ごとに整理してもらえました。マイドライブが散らかり放題の人には朗報なんじゃないでしょうか。アシスタントに任せられてかなり楽になります。いろいろ仕事を任せて優秀なアシスタントにしていきたいと思います。秘書スケジューリング。次に紹介するのが秘書です。秘書にはスケジュール管理を担当してみてもらいたいと思います。秘書に予定を伝えてスケジュールを押さえておくみたいな感覚でしょうかね。ジェミニスパークは検索をしてさらに Google カレンダーに予定を入れるということができるようになります。では今年の高校野球の決勝の日程と開始時刻を調べて Google カレンダーに予定として登録してください。今私ルールブック見てくださいっていうのを忘れちゃいました。ルールブック見ないでやると一発でもう登録までいっちゃうみたいですね。とりあえずこれはこれでよしとします。夏の高校野球の決勝の日程が8月22日なんだそうです。で開始時刻が10時ということで、それでカレンダーに登録されているようなんですが、確認してみたいと思います。で私まっさらの状態からやったんですけれども、カレンダーの予定が入りました。すごいですね。その検索だけではないし、カレンダーに登録までしてくれるっていうのが非常に便利ですよね。でも優秀な秘書であればやっぱりスケジュール調整まで任せたいですよね。ということでじゃあ今度は予定をぶつけてみたいと思います。実はすでに取引先から8月22日にミーティングをお願いしますというメールが届いていたとします。さてこれでどのように動くのか試してみたいと思います。 Gmail を確認して、この日は野球観戦しても問題ないのかスケジュール調整をお願いしますというように、私今 Gmail を確認していないんですけれども、どうなるでしょうか。はい、来ました。 Gmail を確認したところ、8月22日土曜日は予定が重複しているため、そのまま野球観戦をすると問題が生じる状態です。こんな感じでバッティングするとスケジュール調整をしてくれようとするんですね。でもうすでにミーティング日時の変更の下書きも作成しましたということで、内容を確認の上問題がなければ Gmail より下書きを送信してくださいということで、もう下書きが出来上がってるんですね。ちょっと見てみましょうか。今メールを確認したところ下書きが出来上がっていました。お世話になっております。ご連絡いただいたです。あいにく先約更新の感染があるためちょっと待って、それはよくねえだろうそこはぼかしてほしいけどね。はい、下書きなんで消せばいいんですけれども、調整が難しくなっておりますということですね。はい、一応午後から、その日の午後からとかだったら大丈夫だっていうことで、ここでのポイントとしては聞き方ですね。 Gmail を確認して問題ないかスケジュール調整をお願いしますということで、スケジュール調整をお願いしますっていう言い方が大切かなと思います。ただカレンダーに登録してとか言っているだけだと、スケジュールをどうしようかっていうところまではジェミニが考えないので、ここの言い方が大事だろうなというふうに思いました。でもこんな風に日程の調整までやってくれるということで、本当に秘書っぽい。しかも野球の日程を優先してくれるだなんて。あとは野球観戦とか書かないでくださいとか、趣味を優先してくださいとか、そういうリクエストはルールブックに書くと良いかと思います。ということで日程を調べて予定を登録するだけではなく、重複を確認して返信のメールまで作ってくれました。では次に私の働き方について管理してみてもらいたいと思います。人事労務担当。最後に働いてもらうのは人事労務担当です。私の働いている時間を管理して定期的な資料を作成してみてもらいたいと思います。一人で働いていると誰も休んだ方がいいですよとか言ってくれないんで、気がついたら一人ブラック企業になっていたりします。なので私は出勤と退勤を一応記録しています。
集計だけはしているけれども、それを分かりやすい状態にはできていない、そういう状態なんですけれども、それをいい感じに私を管理するような仕組みを作っていきたいと思います。で、勤怠管理のデータがこんな感じで CSV で入っています。で、毎週どれだけ働いたのかとか、毎月どれぐらい働いたのかとか、そういったところを月曜日にレポートとして私に提出するようにお願いしたいと思います。ちなみにこのフォルダは今はまだされてませんけれども、 Google ドライブと連携して自動でアップロードするように設定しておきたいと思います。勤怠管理というフォルダを作成して、この中にデータを貯めていきたいと思います。とりあえず今年の7月分から入れておきました。ではジェミニスパークに先週の休みの日数などをまとめてくださいということで書かれています。あとは働きすぎや休み不足があれば指摘してくださいみたいな、そんなことも書かれています。送信してみたいと思います。毎週月曜の朝に先週の分を集計してレポートとして提出してくださいと、スケジュールの動きができるんですね。先週のまとめが出てきました。休みの日数4日ってどういうこと？ああ、そうだ。先週旅行行ったからお休みが多かったんだ。なるほどね。そう言われてみると長野に旅行行って先週休んでたな。そっか。なんか一人ブラック企業とか煽ってたけどごめんなさい。なんかこんな感じで、そういえば休みだったな。先々週も見てみましょう。先々週は労働時間38時間、1日平均7時間40分、労働基準法の範囲内です。はい。こんな感じでですね、ちゃんと勤怠管理をやってくれてますね。で、スケジュールの作成から作成していきたいと思います。毎週月曜日の朝8時に。ということで、こんな感じで今のレポートが月曜朝8時に届くように設定することができました。ここで何が言いたいかって、勤怠管理しましょうというわけではないんですけれども、毎週何かレポートを作成しているとか、そういった作業が丸々省略することができるということで、私は今仕事の内容にしましたけれども、睡眠時間とか運動時間、勉強時間、SNS の時間など、そういったデータなどをとりあえず集計してみて渡してみると、様々なものが見えてくるんじゃないかなというふうに思います。これもまた一人分の仕事になりそうですよね。ということで今回はジェミニスパークに3人分働いてみてもらいました。制作素材を整理してもらう、スケジュールの調整をしてもらう、週次のレポートを作成してもらう。思ったよりちゃんと働いてくれましたね。ルールブックなしでやると本当に自動で動くようになるので、仕事が安定したら動きの制御を外してもいいかもしれません。しかし今回はまだ日も浅いし3つ分しか紹介しませんでしたけれども、リサーチとかメールのチェックとかまだまだ仕事が任せられそうです。こうなってくるとちょっと楽しいですよね。立派な会社に育てていきたいと思います。皆さんだったらどんな仕事を任せたいですか？ぜひコメント欄で教えてください。そして空いた時間でみんなで旅行に行きましょう。ということで今回の動画は以上となります。イラストレーターの基礎をしっかり学べる私の本気の有料講座も大変好評をいただいています。また私のいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容も多数含んでいますので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。